中部カリマンタンのエコツアーの後、ブータン森と生活を考える会のスタッフとブータンに関わりのある方々数名と一緒に東カリマンタン州で活動しているキャンの活動地を訪問した。飛行機に乗っていると森がたくさん見えてきた。こんな一面森だけを見ることはなかなかないので、とってもワクワクしていたら、しばらくすると石炭採掘地も見えてきた。こちらの方では石炭採掘が大規模に行われているということを事前に聞いていた。東カリマンタン州にあるカリマラオ空港に到着。キャンのスタッフが迎えに来てくれて、車で彼らの活動の拠点があるムラサ村へ向かった。道の途中、石炭採掘場もたくさん見えた。ここは取り終わった跡地。手前と奥を見るとどれだけ深く掘ったのかがわかる。普段私たちが使うエネルギーがこのような自然からできていることを実感した。ブータンの方から来るたびにあちこちで開発が増えていると聞いた。キャンの事務所に到着した。キャンコンサベーションアクションネットワークは2019年に設立した団体で、野生生物の保護活動を中心に行っている。この後滞在する別の場所にあるレスキューセンターの他に、こちらにもう一つ拠点を作ることになり、新しい施設を建設中だった。ボランティアの宿泊棟、動物たちの食料の保存庫、キッチン、赤ちゃん専用の部屋、リハビリのためのケージや診療所など建設が進められていた。キャンでは密猟されたり怪我や弱っている動物の他に、鉱山採掘やプランテーションの開発などにより住処がなくなってさまよっている動物たちも救助してリハビリを行っている。ここでは新たに島を建設中だった。リハビリ後、最終的にリリースできるのを目標としているけれど、野生に返すための練習であったり、野生に戻れない動物たちの住む場所として島を作っている。病気を隔離するために水路を掘ったり、島に植える木なども中の動物を想定して作られている。私は動物のいる環境が気になることがあるので、これはとてもいい取り組みだと思った。午後はアグロフォレストリーの見学。キャンの活動の一つに、住民が所有する耕作放棄地が開発の手へ渡らないように、住民の人たちに苗木を無料で配るプロジェクトが行われた。配ったのは果樹の苗木で、フルーツができたらそれは所有者のものになり、木を植えることにメリットを感じてもらえる。また村にそういう産業があることで、開発をさせずに森を守る。そういえばヌサペニダの FNPF に行った時も、苗木を島民に無料配布して、島全体のコミュニティで自然や動物を守っていた。ここに来てまたいろんな方法で森を守れることに気づかせてもらった。現在キャンが野生生物の保護活動をしているローサムレスキューセンターにやってきた。到着したら大雨が降った。
フィーディングの時間になったらレスキューセンター内の見学に行った。この時は最長、マレーグマ、テナガザル、オランウータンなどがいた。赤ちゃんオランウータンは2、3時間おきにミルクが必要で大変だと話されていた。フィーディングから戻ると雨上がりの景色が広がっていた。今まで見たどの景色よりも美しく感動した。宿泊したドミトリーも素敵で、ちょうど森の中に泊まりたいと思っていたので幸せだった。夜は代表のリヌスからキャンの活動やどうして始めたのかなどを聞いた。彼の信念などを聞けてとても良かった。この日は朝からトレッキング。低山だけど斜面がきつかった。途中生まれて初めて蜂に刺された。土の中で暮らす蜂がいたそう。最近これぐらいの山に登るのが好きになっていたので楽しかった。敷地に植えてる野菜で料理体験。みんなで棒で叩いて潰して楽しかった。レスキューセンター最後の夜はみんなで輪になって食事をした。翌朝早く目が覚めて森の音を聞いていた。私は森の音が大好きで幸せなひとときだった。村の中心地に戻り、小中学校の見学。村で採れたカカオの生産工程の見学。ホットココアや普通は廃棄されるカカオの殻で作ったカカオティーをいただいた。チョコレートもお土産で買って帰ったら濃厚でとっても美味しかった。古代カルスト地で昔の人々が暮らしていた洞窟の見学。村の散策。カカオの生産で乾燥や発酵しているところを見た。村ではゴムが高騰すればゴムの木を栽培し、カカオが高まればカカオの栽培、また油油脂の需要が高まったり下がったりと、世の中の産業に合わせて栽培を繰り返している。キャンでは村の人たちが栽培していたカカオを加工してチョコレートにして販売する技術のあるところへつなげ、産業として成り立つよう支援した。村の人たちはみんな大なり小なり家の敷地で野菜や果物を育てている。バナナ、カカオ、ココナッツ、ジャックフルーツ、モリンガ、空心菜など食べられる野菜など、また木材になる木や藁などを編む草などもあり、暮らしの中に知恵が詰まっている。米は村で食べる分を自給している。昨年は20年ぶりにひどい大洪水が起き、
米蔵まで使ってダメになってしまったそう。採れたてのココナッツをいただいた。喉が渇いていたので美味しかった。この日はホームステイした。川に面しているお家で素敵だった。最終日、焼畑農地の見学。村では伝統的な焼畑農業をしている。ほとんどは米で、他にはフルーツや野菜なども少し育てている。植えるのは1年に1度この時期だけで、1年分の米を村の人々が分担して育てている。焼き畑をして収穫が終わったら、ある程度植生が戻るまで待ち、場所を変えながらまた繰り返し使っていく。自然と共生しながら生きてきた人間の知恵、すごい勉強になった。プータンが女性をしてアグロフォレストリーの食事を行った場所。数年で大きくなった木もあれば、なかなか育たない木もあり、いろいろだ。最後の観光地、テングザル島コウモリ島の見学に行った。途中船からいろんな景色が見えた。カリマンタンに来たら、私たちが普段生活する際のエネルギーや消費するものがどうやって来ているのかを考えさせられる。生活様式が変わった今、自然を搾取せずに生きていくことはできるのだろうか。昔の人々の知恵を借りて自然と共生する方法はいつでもできるし、新しい方法も作ることができる。例えばフリーエネルギーの開発をしている方もいて、新しいエネルギー源も夢ではない。人間はいろいろな技術を創造して進化して生きてきた。それは自然と共存しながら生きていく新しい生活様式も私たち次第で想像できるということだ。自分はどう生きたいのか、どんな世界を望んでいるのか。何か小さなことでも普段の生活に変化を起こすことはできる。皆さんはどんな世界を生きていきたいですか？どんな世界を想像しますか？